2020年度版デジタル手帳完成しました。もう20年も紙の手帳の時からどうしたら仕事の管理がうまくなるだろう、どうしたら言語の違う部下たちをうまく管理できるんだろうか、どうしたらやりたいことを忘れずに行動していけるのだろうか、改善を重ねてずっと自作してきた手帳を今年から手帳の名前をフューチャーマップジャーナルと命名して未来を描いて具体的な行動を促してくれる手帳として仕事をスムーズに進めたい方ややりたいことを忘れずに行動していきたい方に少しでもお役に立てればと思いまして公開するようにいたしました。今回はスケジュール期間を2022年の1月から2023年の3月までということで、1月始まりだけではなく4月始まりでも対応できるように期間を延ばしておりますので、多くの方に使っていただけるようになっております。今回の動画は手帳の中身のご紹介をいたします。今後手帳の使い方やノウハウを説明していきますので、チャンネル登録をすることで多くのヒントを得ることができます。では、説明していきます。今回この表紙なんですけど、何パターンか作っています。ちょっとまた実際に公開するときには表紙のデザインちょっと変えてるかもしれませんけれども、このように何パターンか作ってますから、この中から好きな表紙を選んで、それ以外は削除していただければいいかなと思います。このように一番前に出てきた表紙が GoodNotes の書類のこのサムネイルになりますから、すぐに今年の手帳だというように分かるように自分の好きな表紙を選んでいただければいいかなと思っております。各表紙にですね、このホームのマークとあとハテナマーク作っております。でこちらハテナマークの方をですね、こうリンクを開くとやるとですね、リンクタブの使い方とノートのページへのご紹介とあと各ページのご紹介、目次の方になっております。でここでね、このところも長押ししていただけるとリンクが開くという風に設定しております。でこのように、デジタル手帳はこの付箋のところにリンクが貼ってありますんで、すぐに行きたいページに移動できるメリットがあります。紙の手帳だとね、このように付箋が貼ってあるやつであればいいですけど、たまに付箋がない手帳もあるんでね、自分の行きたいページになかなか開けないっていった、そういった煩わしさっていうのはデジタル手帳、リンクが貼ってあるんで、すごく使いやすいと思います。あとですね、こちらホームの部分ですね、リンクを開くとするとですね、この最初のライフマップのページに飛びます。このライフマップのところから順番に説明していきたいと思います。で、ライフマップのところにはですね、こちらに未来のことを書いていただいて、主に下半分は結果などを書くようなスペースになっております。まず私たちの300年後、遠い未来の300年後から私の一生、10年計画、そして今年の言葉、アウトカム、そして今年の目標ややりたいこと、なりたい自分、やらないことや行きたいところ、感謝の手紙、買いたい、買わない、こういった今年の行動指針になるようなことを記載をしていきます。そして下半分は今年の読みたい本や自分の人生を豊かにするどのような分野でどのような行動をしているかとかいったキーワードを洗い出すスペースになっております。習慣化設計の平日のルーティーンと休日のルーティーンのモデルケースを書くようにしてあります。あと資産地図ですね。レート、チェックリスト、家族の出来事、世界の出来事、今年の振り返りという形で人生の目標から今年の目標、そして今年の振り返りまで全てこの1ページで終わるようにこちらのライフマップのページを作成してあります。で、次にですね、ダイアリーになってます。こちらは1ヶ月1マスになってて、1月から12月までなんですけど、もし4月始まるの方はこう4月から始まって3月までという形で記載していただければと思っています。こちらのところにはですね、いろんなメモだったりとか、その時食べた写真とか、勉強会に参加した時の集合写真だったりとか、ブログのようにこちらの方を書いていってます。気づきだったり学びだったりニュースだったりとかごちゃ混ぜで書くようにしておりまして、例えばこのように写真とあといろんなニュースを記載してると、もう1年の中でどれくらい終わったのかとか一目でね分かるように、
もうこんだけ進んでしまったんだなっていうのがわかるようになっております。カレンダーのページはですね、皆さんの所属している組織だったりとか、家族のカレンダーだったりとか、お子さんの学校のカレンダーだったりとか、いろんなカレンダーをこちらに画像形式でね、貼り付けていただければいいかなと思っております。人それぞれ変わると思うので、ここは会社のカレンダーとかを画像で読み込んで貼り付けていただければと思っております。で、マネージメントプランのページなんですけれども、上の部分に2022年から2026年まで5年間の計画を書けるようになっておりまして、下の方はですね、2022年の1月から2023年の3月まで毎月の計画とかを記載するような欄を設けております。やはり管理の部分での計画をして、例えば方眼のね、色を変えて列を見やすくはしているんですが、濃い方に計画を書いて、その薄い方に結果を書くなど、計画と結果を書けるようにもなっております。で、次のページはマネージメントチェックなんですが、ここはあえて白紙にしております。皆さんそれぞれ自分の管理したい項目って違うと思うので、Excel とかで作成して画像化してこちらの方に読み込んで使っていただければなと思って、ここはあえて白紙にしております。そしてあとですね、後々こちらのマネージメントチェックのいろんなフォーマットなどをダウンロードして活用していただけるように準備しております。で、この黄色い部分は1月から2023年の3月までスケジュールの欄になっております。こちらはスケジュールで、あとこっち側の右側はストーリータスク管理の欄になっております。これはね、もう何度もこちらの YouTube の方でも説明させていただいてますけど、会社全体のストーリーを見ながら自分の仕事を管理できるように設計されております。やりたいことのゴールから PDCA、収入アップだったりとか成長のためにというような毎月 PDCA を書き出せるようにこのフォーマットを作っております。こちらメモのページになっております。こちらも皆さんご自由に自分の好きなようにメモとして使っていただければいいと思います。では、資産計画。こちらのページもですね、あえて白紙にしております。人それぞれどういうふうな資産計画をしていくのかっていうところはだいぶ違うと思いますし、どういったところにお金を投資しているのか、株だったり、ビットコインだったりとか、いろんな投資先があると思いますので、自分の投資の考えをまとめて保存しておく場所になっております。こちらはブック履歴、読書ノート履歴になってます。で、14年間の読んだ本の履歴を記録しておく場所なんですけれども、こちらのライフマップのページの今年読みたい本っていうところがあるんですが、これを読みたい本と、あと読んだ本の記録をしていくんですが、毎年こちらに書いた内容をこの投げ輪のやつで全部コピーして、こちらのブックの方に毎年貼り付けることで、数年前の読書の内容とかをこちらのページで確認することができます。マインドマップの読書ノートで管理されている方もいると思うんですけれども、こちらの手帳のところで過去読んだ本とかのリストがあると、あの時あれ確か読んだよなっていう時に、ここからね、いつ読んだのかとか、そういうのを検索して、何年度版の読書ノートに書いてあるよねっていうのは簡単にわかるようになっております。何年間の履歴を見ることで、自分の学びの方向性や思考が見えてくるので、ここも振り返るとね、結構面白いページになるんではないかなと思っております。最後のページなんですけど、年間履歴のページになってます。こちらの方は7年間の履歴が残せるようになっております。で、上半分が世界の出来事。で、下半分が家族の出来事ということで、7年分を記載する欄を作っております。こちらの方も、こちらのライフマップ、こちらのところに家族の出来事や世界の出来事書ける欄があるので、こちらの方からコピーして、こちらの7年間の履歴の方に
毎年貼り付けていくことで、世界の出来事、いつどういうことが起きたのかっていうのを、このページで大枠を捕まえることができます。そして家族の、ね、病気をしただとか、いろんなイベントだったりとか、そういった時のどういう状況だったのかっていう記録も7年間の振り返りがあると、わざわざ7年分の手帳を引っ張り出してきて、あの時ああだったよなっていうのを探さなくても、このページでいつ発生したのかっていうのをね、調べるのにも何年の何月っていうところまでこのページで探せることができるので、検索するのにすぐに見たいところ、何年の何月のところだなっていうことがわかるようにこのページは設計されております。この手帳の特徴は100年先の未来から過去まで1枚のページに多くの情報を見れるようにしています。その理由は紙の手帳とかだとよくあると思うんですけれども、ページをめくった瞬間にその前のページに書いてある内容とかが見えなくなってしまうので、見えなくなるとその見えなくなったところから情報を得るっていうことは非常に困難なんですね。なのでなるべくページをめくらずにいろんな情報が目に飛び込んでくるようにこの手帳は設計しております。今日は大枠の説明ですけれども、次回以降各ページの詳細の使い方やノウハウなどを説明していきますので、ぜひご覧ください。ではまた。